これまでエギングについて基本的なことから実践まで話をしてきました。最後のパートとして今シーズンこそ確実に釣れるようにサポートします。今回の動画はアオリイカ春と秋シーズンの具体的な攻略法実調編と題して盛りだくさんの内容で解説します。エギングの知識やテクニックもより確実なものとなるように勉強しましょう。今回の結論は次の通りです。分かっているようで忘れている。今回の目次です。確実に底を取ることが重要。春イカの攻略法。春イカのポイント。夜の大型狙いについて。夜イカの攻略方法。日中の下見が大事。狙いは夕方から。やりとりは落ち着いて行う。秋は入門に最適な季節。秋イカの攻略法。秋イカのポイント。見えイカ釣りはエギングの醍醐味。見えイカの誘い方。タックルを再確認してみる。風が強い時の対処。先行者がいる場合の対処。根がかり対策。それでは始めていきましょう。確実に底を取ることが重要。春は産卵を控えた大イカが釣れるシーズンです。キロオーバーは愚か、ところによっては 4kg から 5kg、それ以上のサイズまで狙えます。そんな春イカのシーズンは2月頃からスタートします。とは言っても、これは黒潮の影響が強い紀伊半島先端や南西諸島でのことになります。要は水温が大事で、目安は16度を超えてくると釣果も安定するとされています。深場にいたアオリイカが産卵行動のために岸寄りの浅場に上がってくるためです。地域によりますが、浅場というのは水深15メートルくらいまでのことを言います。時期によっては60メートルより深いところにもいるようなアオリイカにとっては十分浅場になります。例えば紀伊半島なら季節が移り変わって水温が上昇するのに合わせて2月に南紀で釣れ始め、そこから6月の紀北まで釣れるポイントも北上するのが例年の傾向です。関東の場合、16度を超えるのは4月頃になります。イカが浅場へと上がり、安定して釣果が出るのはゴールデンウィーク前後からで、産卵行動自体は17度から18度になる6月頃にピークを迎えます。産卵行動は遅い地域では7月頃まで続き終了します。よって春イカは狙い方も産卵絡みのものになります。狙いのポイントは産卵場所である浅場の海藻や根の周りになります。深場が隣接しているとなお良いです。また春イカは底付近にいてあまり上の層まで餌を追わない傾向があるので、エギはホールさせることにきっちり着底させるのがセオリーです。イカが底付近にいるならズル引きという手段も考えられそうですが、これはそれほどよくありません。もちろん釣れなくはないのですが、根がかりが頻発することと、エギが繁茂する海藻に隠れてイカに発見されにくいという欠点があります。しっかりしゃくって藻の頭よりも高くエギを跳ね上げることでイカにアピールすることが大事です。春イカの攻略法。春はとにかく底を狙うのがセオリーです。秋のようにイカが浮いているシチュエーションはよほど小魚が浅場に入っているような時を除いてあまり遭遇することはありません。しゃくりは強く高くが理想的です。エギをしゃくったら着底、しゃくったら着底と一回一回丁寧に繰り返しましょう。足元まで気を抜かずに誘い続けることも大事です。フォール後は必ずエギを着底させることが大切です。しっかり高くエギを跳ね上げましょう。着底させずに次のしゃくりを行うのはよくありません。時には海底でエギをステイさせるのも効果的です。夕間詰めに実績。水温16度以上が春イカ接岸の条件とされています。シーズン初期は太陽によって最も海が温まる時間帯、つまり夕間詰めに釣れる確率が上がります。海藻は除去する。海藻がかかったらすべてカンナから取り去るようにしましょう。
そのままだとエギが不自然な動きになってしまいます。使い古しの歯ブラシを用意しておくと掃除しやすくなります。春イカのポイント。藻場。アオリイカはアマモやカジメなどの海藻の根元に産卵するので、その周りが狙い目です。ただし、藻の中を直撃すると根がかりが頻発するので注意しましょう。船道。船道はアオリイカが沖の深場から浅場へ上がってくる道でもあります。両サイドの駆け上がりで根や海藻があるような場所は一級のポイントになります。沈み根。海藻が生えやすい場所である根は手前側ギリギリと両サイドを探るのが理想です。沖側は根がかりのリスクが高まります。偏光グラスで広がり方を確認しましょう。夜の大型狙いについて。春の大型イカを狙うベテランの間で静かに行われているのが夜エギングです。もともとエギングがブームになる前までは、エギを使ったキシ釣りのアオリイカ釣りは冬の夜が主体でした。ただ、この当時とは狙う時期も釣り方も変わってきました。そもそもなぜ春のイカは夜に釣れやすいのでしょうか。春のイカは水温約16度以上を目安に産卵のために接岸してきます。この時期は日中には主に産卵行動を行うため、エギに反応してくれることがあっても、それは外敵を排除するという意味合いが強くなります。実際、触腕でエギを弾き飛ばすような反応をし、その際にかかるようなケースが多いようです。しかし夜になると接自意識が高まり、エギを獲物としてしっかり認識し、捕まえて食べようとするといいます。つまり活性は夜の方が高いということです。釣り方は日中とそれほど変わりません。しっかりそこまでエギを届かせることも同じく大切になります。夜の釣りは道糸が見えにくいという難しさがありますが、産卵のためにアオリイカが活発に行動するのは満月回りです。月明かりで海面に浮く道糸が見えるはずなので、それを手がかりにエギの着底を判別しましょう。夜だからといって着底確認をおろそかにするとヒット率は格段に下がってしまいます。夜の釣りではそこにエギをしばらく留め置くステイというテクニックも非常に効果的になります。エギをしゃくって着底した後に5秒ほどエギを動かさずに置いておく方法です。1分くらい放置する人もいると言います。そこにつく前にしゃくりを開始するくらいなら、ステイを入れるつもりで確実にそこについたことを確認した後、しゃくりを始める方がいいでしょう。なお、夜の釣りでは磯はもちろん堤防でも危険が伴います。ライトと安全装備は万全にして大型煽りに臨みましょう。夜イカの攻略方法。大型狙いなら夜。春の大イカは小魚やエビが活発に動き出す夕間詰め以降に接地します。最も活性の上がる試合は潮止まり直前や潮が動き出すタイミングでやってきます。その場合、小魚の引き波など何らかの兆候が確認できることが多いです。実績のある場所を。実績のある場所には地形が大きく変わらない限り毎年イカが入ってきます。ポイント選びで迷ったら率直に釣り場ガイド本や雑誌に掲載されている有名ポイントに入るのがいいでしょう。釣れた場所は立ち位置や投げた方向も覚えておきましょう。日中の下見が大事。夜は初めての場所に入っても足場の状態や水深、根の場所、潮の流れ方などがわからないし、何より危険です。昼間に必ず下見をしておきましょう。小魚の姿が確認できればチャンスはさらに広がります。狙いは夕方から。シーズン初期は水温が十分温まる夕間詰めから夜にかけてがいいです。季節が進んで水温が上昇してくれば朝間詰めにかけても狙い目になります。月が出ている方が釣りがしやすく、イカの活性も高くなります。やり取りは落ち着いて行う。大型イカはストロークの長い引きをしますが、動きは直線的です。根に巻かれる心配はないので、糸の張りを緩めずファイトすれば大丈夫です。
2kg を超えるサイズでもリーダーは 2.5 号もあれば十分取れます。秋は入門に最適な季節。秋は活発に餌を食べるアグレッシブな小イカが増えるシーズンです。秋晴れの海に向かってエギを投げ、ゆっくり巻いてくるだけでも群れをなしてエギについてくる姿を目にすることができます。秋のアオリイカは北海道や関東より北の太平洋岸を除けば日本各地どこの海にでもいます。ポイントは数多くあり、堤防のポイントでも春とは違って港内にもたくさん入ってくるので釣りやすくなります。ただしサイズは 100g 足らずから最大でも 1kg 程度と小型が中心になります。狙うのは駆け上がりや根、石積み、潮目がおすすめです。港内ならば罫線や水中に伸びる罫線ロープに引っ掛けないように注意しましょう。護岸際、スロープなど思わぬところにいる場合もあります。釣り方はエギングの基本に忠実に狙ってみましょう。狙う場所のやや沖に投げ、エギを底まで沈めてからしゃくり上げます。エギの周囲を注意深く見てイカの姿を探しつつ、これを繰り返しイカを寄せていきます。この探りの段階でエギに乗ることももちろんあります。イカがエギに興味を示してついてきたのが見えたら、反応を伺いながらエギを操作して食いつかせましょう。これがいわゆる秋イカのサイトフィッシングです。偏光グラスを装着しておけば海の中がよく見え、イカの反応もわかりやすくなります。釣りやすいのと同時に楽しさもアップします。このサイトフィッシングは気候が穏やかな9月から10月だと釣りやすいですが、11月も半ばを過ぎると西高東低の冬型の気圧配置になって北の風が強くなり、水面がさざ波立つ日が増え、水中の様子も分かりにくくなって成立しづらくなります。秋は春同様に夕間詰めから夜にかけても抜群に釣れる時期ですが、秋にアオリイカを狙うならば多くの釣り人を虜にする日中のサイトフィッシングを一度は試してみましょう。秋イカの攻略法。アオリイカの反応を見ながら次の攻めを繰り出すのが秋の釣りの楽しさですが、釣り人とイカの距離はできるだけ離れている方がいいです。イカが見えるか見えないかくらいの距離の方がイカからも警戒心を抱かれず釣りやすくなります。釣り人との距離。ターゲットの数が多い時期なので、仲間となら並んで釣っても十分釣りになりますが、他のアングラーとの距離は少なくとも10メートルは空けるのがマナーです。先行者でポイントが混んでいるなら無理に入らず他へ移動しましょう。墨は警戒信号。イカの墨は他のイカに危険を知らせる作用があります。群れが固まっているところでイカをかけ、墨を吐かれると他のイカが警戒します。足元付近にいるイカ、もしくは塩霜のイカから順に狙うと影響は最小限で済みます。秋イカのポイント。堤防先端。潮通しが良く、アオリイカの餌となる小魚が集まりやすくなります。潮目が寄っていれば、その付近も積極的に狙ってみましょう。広範囲に探ってみるのがポイントです。小磯。週末の堤防は家族連れで賑わいますが、アクセスが良くても小磯となると途端に釣り人が減ります。渡船を利用する沖磯も狙い目ですが、そちらは本格装備で挑む必要があります。港内。波穏やかな港内にも秋はイカが入ってきます。一通り探ったら一箇所で粘らず乱眼するのが釣果を伸ばすコツになります。胴体がコロッケの大きさに満たないような小型は資源保護のためにも逃がしてあげましょう。離す際はイカに手を触れずエギを持ってひっくり返します。見えイカ釣りはエギングの醍醐味。秋イカの釣りではやはりイカの動きを見ながら次の誘いの手を繰り出すサイトフィッシングをやる機会が多くなります。エギに対するイカの反応は魚類とはまた違ったユニークなもので、それを見ながら興奮できるサイトフィッシングは日中エギングの醍醐味です。ここではそんな寄ってきた見えイカをいかにかけるかに焦点を当て解説していきます。まずエギを沈め、しゃくり上げ、
テンションフォールを繰り返します。その基本パターンで足元までついてきたものの、なかなか乗らないイカに対しては、エギをピックアップしてもう一度誘い直してみましょう。寄ってきたイカがどこにいるかを目で確認し、そこよりも沖に投げます。イカの真上に着水して脅かすことがないように、できれば5メートル以上は離して着水させましょう。自分からイカまでの距離が10メートル以内の近距離なら、正確にふんわり落とせるアンダーハンドキャストで投入すると効果的です。高い打点から放出するオーバーヘッドキャストだと着水のインパクトがどうしても大きくなりすぎる場合があります。エギが着水したら程よいところまで巻いてきてテンションフォールで沈めます。食いつかなければしゃくり上げて誘い、イカの反応を見ながら再びそこまでフォールさせることを繰り返します。しゃくりの際にはエギが水面から飛び出すと警戒されるので、力加減には注意しましょう。もし足元までイカがエギについてきて抱きそうな雰囲気があるのであれば、竿を沖へと伸ばし、道糸を張ってエギが宙吊りになった状態で軽くちょんちょんと動かし止めてみましょう。これを中層から底までレンジを変えたりしながら行います。ずっと止めていても OK です。ひたすらこうしていると、ゆっくりゆっくり近づいてアタックしてくる場合もあります。それでもダメなら道糸を緩め、フリーフォールさせてそこまで追いかけさせましょう。そこに着いたらエギをしゃくり上げてイカを浮上させ、今度はテンションフォールさせます。一杯のイカを仕留めるためにどこまで粘るかは場合によりますが、たまに10分くらい頑張ると取れることもあるので、諦めずにやってみるのもいいでしょう。イカがエギにアタックしてきた瞬間を目で見て合わせる場合には、得てして早合わせになることが多くなります。焦らず一呼吸待つのも肝心です。イカとエギが重なった瞬間に合わせるのでは、すっぽ抜けてしまうことがよくあるので、イカがエギをしっかり抱いて走ったところでロッドを立てて合わせるようにしましょう。エギにアタックするところまで持ち込めないときには、エギを交換するのも常套手段です。まずサイズを落としてみて、それでもダメなようなら、もし明るい色を使っている場合は、渋い色やナチュラル系に変えてみましょう。テクニックを一通り試し、エギを交換してもダメなら、それ以上深追いしても時間の無駄です。活性のいい別のイカを探しに次のポイントへ移動しましょう。見えイカの誘い方。秋のイカは浮きがちですが、それでもエギは海底まで沈めるのが基本です。海底はイカが餌を追い詰めるための行き止まり的役目を果たす重要な捕食場所であります。しかし、イカの反応次第では沈めていく途中でしゃくり直しても構いません。そのあたりの機微は実際にイカと渡り合う経験を積んで身につけていきましょう。できるだけイカから離れた位置に投げる方が警戒されにくくなります。表層から中層でのステイが効果的なことも多いです。しゃくりで誘ってからテンションフォールで食わせてみましょう。エギの上方に黒く見える影。これがイカです。イカとエギの位置関係を明確にするために目立つ色のエギを選ぶといいでしょう。イカが乗ればエギが消えます。アオリイカは獲物を背後から襲って捕まえた後、横抱きに持ち替えて食べます。初期段階で当たりを察知してかける。これが理想的です。粘って取った一杯は非常に嬉しいものです。タックルを再確認してみる。本当に快適な環境でエギングができることはあまりありません。春や晩秋はエギングの大敵である風が強く吹く日が多いし、調光日が曇りや雨なら水中が見づらく、サイトフィッシングはやりにくくなります。しかし、そういう様々な自然条件を知恵と技と経験で克服するのが釣りの面白さなのです。そしてこれらの様々なハードルは実は道具立てでクリアできるものがほとんどです。テクニックは一朝一夕では磨けないエギングが道具を変えたその日から一定の効果を発揮してくれます。中でもエギングをやるならこれだけは必須というのが
道糸に使う PE ラインです。振動が少ないので、しゃくりの動きがダイレクトにエギに伝わり、感度が良くなります。比重が軽く、素材特性としては風に弱いものの、高強度なので細い号数が使え、結果的に風や流れの影響を受けにくくなります。号数は 0.6 号から 0.8 号の細めのものが使いやすいです。根がかりした時に切れやすいのではと思われるかもしれませんが、確かに根がかりして引っ張る時には太い糸の方が回収率は高いですが、細い糸は潮や風に影響されづらく、そもそも根がかり前に察知しやすくなります。また、イカを発見したりトラブルを回避するためには変更グラスも欠かせません。根やロープが見えることでより攻撃的に攻められ、根がかりも減ります。また、紫外線から目を保護するという役目もあります。自分が行く場所や狙い方に合わせた最適な道具のセッティングができれば、エギング名人に一歩近づいたと言えるでしょう。風が強い時の対処。ラインを極細にする。道糸は PE がエギングでは常識です。できるだけ細いものの方が風や潮の影響を受けにくくなります。強度を考え合わせ、太さは 0.6 号から 0.8 号が使いやすいです。ラインを水につける。は比重が軽い糸なので、投げっぱなしだと空中でふわふわと浮き、風に流されます。投げたらフェザーリングで糸ふけを取り、すぐ水面へと落としましょう。エギを重くする。横風で流されるような場合、エギのサイズを変えたくないときなら、ディープタイプに交換しましょう。重さが増すと踏ん張りが効き、流されづらくなります。先行者がいる場合の対処。墨跡。他のポイントを探して移動する際は、堤防に残る新しい墨跡を探しましょう。とはいえ、墨跡を残すのは褒められた行為ではありません。洗い流すのがマナーです。エギの色。先行者と違うエギのカラーからスタートしてみましょう。大抵の人は派手な色から始めるので、いかにフレッシュな刺激を与えるため、あえて地味な色を選んでみましょう。置き磯。最近人気なのが置き磯です。船宿が一つの磯に乗せる人数を考慮してくれるので、混雑せず快適に楽しめます。釣れないようなら磯替えもしてくれます。根がかり対策。イカとの当たりの見分け方。ラインの先に重さを感じたときは、まず竿先をゆっくりと動かして聞いてみましょう。イカならぐっと持っていくので、すかさず合わせを入れましょう。エギをぐらつかせて外す。岩だと隙間にがっちりと挟まってしまいます。道糸をテンションかけすぎずに張り、竿先をポンポンと弾くような感じでエギをぐらつかせて外してやりましょう。じわじわと引っ張って外す。竿と糸を一直線にし、リールのスプールを押さえてじわじわと後ずさりして引きましょう。海藻ならば避けたい、カンナが伸びて回収できることも多いです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。今回をもちましてエギングシリーズは完結となります。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。この動画が最高の一杯に出会えるきっかけになれば嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。